こんにちは、みえこです。今日は4枚目の小さいキルトを作りましたので、皆様にご紹介します。これですよ。そしてこれまで作ったのがこの3枚です。これが前回作ったものですね。そして一番最初に作ったのがこれですよ。それでは布を用意します。まず赤い布を用意して、薄い色の布と濃い色の布を用意します。そして3.5センチ幅にカットしたものと2.5センチ幅にカットしたものをそれぞれ用意します。続いて正方形の布も1枚ずつ用意してくださいね。次に赤い布をカットします。小さいものが4つ、大きいものが3つです。今回は接着芯は使いませんよ。それではミシンの前に移動します。ではそのままパターンを1枚仕上げる手順で動画を撮影しましたので始めますね。まずこのように四角を縫います。次に中央の部分を作ります。少し小さいパーツでなくなりやすいですよ。布の長さが少しずつずれてきたらその都度カットしてくださいね。そして左上に今どこを縫っているか小さい画像を入れましたので、実際縫う時にわけがわからなくなったら参考にしてくださいね。ゆっくり再生するとわかりやすいかもしれません。動画の再生スピードを変えてみてくださいね。
接着芯がないので、布を切るときに切りやすいですよね。それから布をカットしないで長いまま縫い続ける方法は、このように縫った時にピンと引っ張って曲がらないようにその都度縫えるので、それもまた縫いやすいですよ。お急ぎの時はカットしてから縫ってもいいかもしれません。集中して見ている時にあんまり話すとわけがわからなくなるので、少し中断しますね。はい、一つのピースができました。それではこれを4つ作ってまた縫いますね。これまで作ってた方法と同じなので、ここからは大幅にカットありありです。はい、このようなピースを9つ作りますよ。そして順番に
また縫います。縫い代の折る方向に注意しながら縫ってくださいね。最後のトップを作る一番最後のところですが、ここの縫い代をきれいに合わせると後からすごいきれいにできますよ。間違いもこの時に直しておくと後から作業がはかどります。でトップができましたら裏布キルト綿トップと重ねます。トップはきれいにアイロンで縫い代を折ってくださいね。縫い代の折り間違いはこの時訂正しますよ。そしたら針で待ち針で3枚を動かないように留めます。今度は仮縫いしますよ。しつけですね。大きな運針でどんどん縫います。あまり見えないですけど、このように縫いましたよ。次はキルトのガイドラインをこのようにつけます。ピースの縫い合わせの部分のみしか縫ってないので簡単につけました。でここから縫います。接着芯でキルト綿が接着していないのでこれは中心から縫います。接着芯とキルト綿がくっついている時は端から縫ってもあまりずれることはないですが、このように接着芯を使わない時は中心から縫うといいですよ。このように縫ったら仮縫いの糸は外します。で仕上げまで行きたかったところですが残念ながら日曜日の公開に間に合わないのでここで終了となってしまいました。ごめんなさいね。このピースと前に作ったこのピースがほぼ同じ感じだということもうお気づきでしょうか。また次の動画でお会いしましょうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。またね。